どうしてこんなことになった？私は泣きながらじいちゃんの手を握った。私はじいちゃんが大好きだった。じいちゃんはいつも優しくて面白くて、私にたくさんのことを教えてくれた。じいちゃんは私の親友みたいだった。私はじいちゃんと一緒に暮らしていた。両親は私が生まれてすぐに事故で亡くなってしまったから、じいちゃんが私を育ててくれて、私たちは小さな家に住んでいた。家の前には庭があって、そこにはじいちゃんが大切にしていた花が咲いていた。私はじいちゃんと花に水をやったり、草を抜いたりして、いつも一緒だった。私たちの家には犬もいた。名前はマル。マルは私が3歳の時、公園に捨てられていて、その日から私たちの家族になった。マルは白くてふわふわで、とても可愛かった。私はマルと一緒に遊んだり散歩したりした。マルは私の2番目の親友だった。私はじいちゃんとマルと一緒に幸せに暮らしていた。でもある日、すべてが変わってしまった。その日はいつもと同じ変わらない一日になるはずだったのに。朝、私はじいちゃんとマルと一緒に朝ごはんを食べた。じいちゃんは私に、今日は学校で何をするの？と聞いた。私は算数と国語と体育と音楽をするよ。と答えた。じいちゃんは、そうか、頑張ってね。と言って笑顔で私を見た。私はじいちゃんにありがとうと言ってハグをした。マルも私に尻尾を振って楽しそうだった。私はマルを撫でて行ってきますと言った。学校はいつも本当に楽しい。先生も優しかった。その日は授業を一生懸命頑張った。私は学校が大好きだった。放課後、私は家に帰った。家に着くと、マルが私を迎えてくれた。マルは私に飛びついて舐めてくれた。私はマルを抱きしめて、ただいまと言ってマルと一緒に家に入った。家に入るとじいちゃんがいなかった。じいちゃん、どこ？じいちゃんを探した。マルは私についてきて一緒にじいちゃんの部屋に行った。部屋に着くと私は驚いた。
じいちゃんはベッドに倒れていた。顔は青白くて、目も口も動かなかった。じいちゃんの手には電話と学校の電話番号が書かれた紙があった。私はじいちゃんと叫んだ。ベッドに駆け寄ってじいちゃんの手を握った。じいちゃんの手は冷たくて力がなかった。じいちゃん、起きて。でもじいちゃんは返事をしなかった。じいちゃんはもう動かなかった。私は泣きながらじいちゃんの手を握った。私はじいちゃんが死んでしまったことを理解した。悲しくて涙が止まらなかった。じいちゃん、じいちゃん、なんで、じいちゃん。マルはずっと私のそばから離れず一緒にいてくれた。私はじいちゃんの死を受け入れるのに時間がかかった。とても寂しくて悲しかった。ずっとじいちゃんのことを忘れられなかった。思い出すたびに泣いてしまった。でも、マルが私のそばにいてくれた。マルは私に元気をくれた。マルは私に笑顔をくれた。マルと私はじいちゃんの花を大切に育てた。花を見ているとじいちゃんがここにいるような気がした。私は親戚の家に住むことになった。でも今もよくマルと一緒にじいちゃんの家に行く。誰も家には住んでいないけど、今も庭に花が咲いている。いつも近くにじいちゃんがいるみたいだ。どうしてこんなことになった？私は泣きながらじいちゃんの手を握った。私はじいちゃんが大好きだった。じいちゃんはいつも優しくて面白くて、私にたくさんのことを教えてくれた。じいちゃんは私の親友みたいだった。私はじいちゃんと一緒に暮らしていた。両親は私が生まれてすぐに事故で亡くなってしまったから、じいちゃんが私を
育ててくれて、私たちは小さな家に住んでいた。家の前には庭があって、そこにはじいちゃんが大切にしていた花が咲いていた。私はじいちゃんと花に水をやったり、草を抜いたりして、いつも一緒だった。私たちの家には犬もいた。名前はマル。マルは私が3歳の時、公園に捨てられていて、その日から私たちの家族になった。マルは白くてふわふわで、とても可愛かった。私はマルと一緒に遊んだり散歩したりした。マルは私の2番目の親友だった。私はじいちゃんとマルと一緒に幸せに暮らしていた。でも、ある日、すべてが変わってしまった。その日はいつもと同じ変わらない一日になるはずだったのに。朝、私はじいちゃんとマルと一緒に朝ごはんを食べた。じいちゃんは私に、今日は学校で何をするの？と聞いた。私は算数と国語と体育と音楽をするよと答えた。じいちゃんは、そうか、頑張ってねと言って笑顔で私を見た。私はじいちゃんにありがとうと言ってハグをした。
マルも私に尻尾を振って楽しそうだった。私はマルを撫でて行ってきますと言った。学校はいつも本当に楽しい。先生も優しかった。その日は授業を一生懸命頑張った。私は学校が大好きだった。放課後、私は家に帰った。家に着くと、マルが私を迎えてくれた。マルは私に飛びついて舐めてくれた。私はマルを抱きしめて、ただいまと言って、マルと一緒に家に入った。家に入ると、じいちゃんがいなかった。じいちゃん、どこ？じいちゃんを探した。マルは私についてきて、一緒にじいちゃんの部屋に行った。部屋に着くと、私は驚いた。じいちゃんはベッドに倒れていた。顔は青白くて、目も口も動かなかった。じいちゃんの手には電話と学校の電話番号が書かれた紙があった。私は、じいちゃんと叫んだ。ベッドに駆け寄って、じいちゃんの手を握った。じいちゃんの手は冷たくて力がなかった。じいちゃん、起きて。でも、じいちゃんは返事をしなかった。じいちゃんはもう動かなかった。
私は泣きながらじいちゃんの手を握った。私はじいちゃんが死んでしまったことを理解した。悲しくて涙が止まらなかった。じいちゃん、じいちゃん、なんで、じいちゃん。マルはずっと私のそばから離れず一緒にいてくれた。私はじいちゃんの死を受け入れるのに時間がかかった。とても寂しくて悲しかった。ずっとじいちゃんのことを忘れられなかった。思い出すたびに泣いてしまった。でも、マルが私のそばにいてくれた。マルは私に元気をくれた。マルは私に笑顔をくれた。マルと私はじいちゃんの花を大切に育てた。花を見ているとじいちゃんがここにいるような気がした。私は親戚の家に住むことになった。でも今もよくマルと一緒にじいちゃんの家に行く。誰も家には住んでいないけど、今も庭に花が咲いている。いつも近くにじいちゃんがいるみたいだ。